こんにちは、みえこです。寒くなってくるとフェルトの生地が恋しくなってつい作ってしまうんですよね。今日はフェルトをたくさん使ったトートバッグを作ってみました。ピースワークがないので簡単にできるんですよ。中はこんな模様の裏布を使いました。しっかりしているので重いものも入りそうです。では作り方をご紹介します。フェルトを用意します。このような色を使いましたが、好きな色でアレンジしてくださいね。そしてフェルトには厚みがいろいろあります。厚手のものが丈夫なものができそうです。フェルトをカットします。2センチ ×24 センチに切ります。まず赤いものは24個。そして白とグレーも切りました。次に土台の布です。2枚用意しました。そこに切ったフェルトを並べます。端から 1.5 センチ離れたところから順に並べます。ぴったりくっつけないで1ミリぐらいずつ離して並べます。針で順番に留めます。それではこれをミシンで縫います。大きい運針でゆっくり縫います。端まで縫ったらここで糸を切ります。端も 1.5 センチぐらい開くように並べてくださいね。それでは別の方向もまた縫います。やはり 1.5 センチ離れたところから縫います。失礼しました。1.5 センチ離れたところからフェルトを並べます。端まで並べたらまたミシンで縫います。また5ミリで縫います。縦と横縫いました。それではここでフェルトを織物のようにこのように順に並べます。2列目は白を下にして順番に並べます。
一番下のフェルトまで順番にこのように並べます。隙間が出ないようにしっかり並べると後から処理しやすいですよ。端まで順にこのようにちょっと緩いですが並べます。そしてベルトを端を押さえて少しキュッと絞ります。そして隙間が空いているところを目打ちなどで押さえます。そしてフェルトの端を針でまた留めます。隙間をなるべく作らないように押さえて針で留めます。形を整えてミシンで先ほどのように端を縫います。次に余分なベルトを切ります。そしたらもう一度縫います。この2回目に縫った線がそれぞれのパーツを縫いつなぐ目印となるので2回目に縫った縫い線大切です。次に切ったフェルトの上をミシンで縫います。自由に縫ってくださいね。全部縫ってもいいですし、時々でもいいですし、縫わないと時間が経つと少しずつずれてくるので、ここは何回か縫ってください。そして2枚作ります。続いて横と底のベルトを切ります。同じサイズのものを3枚用意します。横の部分は中心だけ1回縫いました。外回りは全部縫います。そしてこれは底に使うフェルトです。これを先ほど作った正面のパーツの上に針で留めて縫います。ミシンの縫い線の上を縫うように縫いつなぎます。
この2本目の縫い線に沿って縫ってくださいね。今度は反対側のパーツも縫います。縫いました。このように内側の線に沿って縫います。両端は開いています。今度は持ち手の紐を作ります。フェルトを3枚重ねました。そして両側を飾り縫いします。バッグの入れ口の部分に縫い留めます。これは後で縫いやすいように留めてあります。切り端は少し出しておくと丈夫な持ち手になります。ではこの横の部分から順に縫います。ミシンで内側の縫い線に沿ってゆっくり縫います。厚みがあるので急いで縫うとミシンが壊れそうです。なので気をつけてください。そして邪魔になるので洗濯バサミで留めて縫いました。では次に裏布を用意します。2枚用意します。そしてこれは裏布の底です。もう1枚はこれはポケットです。ポケットは中表にして開け口を作って周囲を縫います。1センチから1.5センチの縫い代で縫うといいと思います。アイロンをかけてこの部分にフェルトを縫って飾りにしました。でこの端からポケットを縫います。縫い終わったものにもう1枚の裏布を重ねて底の布を縫います。返し口を開けて縫ってくださいね。縫い代は1センチ。ちょっとタブつくので 1.5 でも大丈夫だと思います。中表にして出来上がったカバンの表に重ねて周囲を縫います。そしたら表に返して返し口の底、ここ軽く塗ってくださいね。表に返して折り目を手でしっかりと押さえて入れ口のところをミシンでステッチしました。これで完成です。とってもしっかりしていて使いやすそうですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。大きいサイズでも作っても大丈夫そうですよ。また次の動画でお会いしましょう。